日本時間6月22日、ドジャースのクラブハウス、過密な試合日程の渦中、スケジュールやコンディションに関するやり取りが絶えない中で、デーブ・ロバーツは不意に大谷翔平を呼び止めた。指揮官はスカウティングレポートやスイングデータを手渡したわけではない。代わりに、日本人スーパースターの前へ、プロの野球の現場とはどこか、場違いな小さな品を静かに差し出した。その瞬間はとてもさりげなく、ほとんど人目を避けるようにして交わされたが、大谷が普段は固く守っている私生活の奥にまっすぐ触れるものだった。そのささやかな贈り物の中身は何だったのか。そしてロバーツの渡し方には、なぜあれほどの意味が込められていて、常に集中を切らさない大谷が思わず足を止めるほどだったのか。その、場違いさ、こそが、大谷に全く無防備な状態でそこへ向かわせた。クラブハウスで軽い準備を終え、翔平、ちょっと来てくれと呼ばれると、彼は体の状態やいつもの成績やデータの話だろうと考えながら、奥のスペースへ足を運んだ。しかしロバーツの机の上にあったのは、小さな木箱一つだけだった。派手な包装はなく、外側にはドジャースカラーの青いリボンと、赤ちゃんへとだけ書かれた小さなカードが添えられていた。ロバーツはその箱を彼の方へ押し出した。いつもより柔らかな声で言う。これは君のためじゃない。大谷は彼を見る。ロバーツは微笑んだ。君の息子のためだ。大谷は一瞬だけ動きを止めた。ゆっくりと箱の蓋を開ける。中に入っていたのは、ミニチュアのバットでもなければ、小さな革のグラブでもない。父の名声を背負わせるような重みを帯びた品は何もなかった。そこにあったのは、乳児向けのモンテッソーリの木製おもちゃ一式だった。丸い木のリング、角を落としたいくつかの異なる質感の木のブロック、そして小さなラトル。大谷は木のリングを手に取る。とても軽く、円は丁寧に丸められている。向かいに立つロバーツは、専門外の話題に少し照れた様子で口を開いた。小さい子に何がいいか人に聞いたんだ。握ること、触れること、優しい音を聞くことを覚えるのに役立つってさ。詳しくはないけど、ミニバットを送るよりは、いい気がしてね。大谷は小さく笑った。そこまでちゃんと聞いたんですか？ロバーツはうなずく。君の子供だからね。適当には選べないよ。大谷は一拍、言葉を置いた。高価ではないが丁寧に選ばれたそれらの品を見下ろす。子供が手で世界に触れるための、ごくシンプルな遊びのためのもの。その時、箱の底に収められていた手書きのカードを取り出して開いた。ロバーツの文字は少し傾いていて、整ってはいないが、はっきりと読めた。この世界へようこそ。これらは君を選手にするためのものではない。小さな手で世界をつかむことを覚えるためのものだ。ゆっくり、健やかに育ってほしい。そして、君のお父さんがここで愛されていることを知ってほしい。デーブ・ロバーツ。最後の一行まで読むと、大谷はしばらく黙り込んだ。近くにいた人々も、これがもう単なる贈り物ではないと気づいたのか、空気が少し和らいだ。彼はカードを丁寧に折りたたみ、静かに言った。これ、マミコに読ませたいです。ロバーツは彼を見て、声を落とす。彼女にも知ってほしい。ここでは、君がどう打つかだけじゃなく、どう生きているかも大切にしている。大谷は手の中の木のリングに視線を落とす。まだ、うちの子は野球が何かも知らない。ロバーツはうなずいた。なら、無理に早く教えなくていい。まずは、両親の手を知って、小さな音を知って、周りの柔らかくて温かいものを知ればいい。その言葉に、大谷は微笑んだ。箱の蓋をそっと閉じ、壊れ物を扱うように両手で抱える。ありがとうございます。とても心のこもった贈り物です。ロバーツは少し笑う。間違ったものを贈りたくなかっただけさ。大谷は彼を見つめ、低い声で言った。いいえ、正しいものをいただきました。この木箱の話は、すぐに外へ広がった。近くにいたチームメイトたちもそれぞれ反応を見せた。ムーキー・ベッツは最初、大谷の息子が早すぎるスカウトを受けたと冗談を言っていたが、カードの内容を聞くと声の調子を落とした。フレディ・フリーマンはすぐそばでこう言った。一番いいのは、
その贈り物が赤ちゃんにプレッシャーをかけていないことだ。ただ、歓迎されている、と伝えているだけなんだ。一方で、デーブ・ロバーツ自身はこれを儀式のように扱わなかった。周囲には短くこう話しただけだった。翔平はいつも多くのものを背負っている。こういう日くらい、全部を一人で抱えなくていいって知ってほしかったんだ。ドジャースのクラブハウスで起きたこの出来事について問われたヤンキースの元キャプテン、デレク・ジーターは、数々の頂点を経験し、フィールドの外にある細かな気遣いの価値を知る人物として、この振る舞いに心を動かされたと率直に認めた。インタビューでジーターはこう振り返る。いいかい、そのレベルでプレーしていると、特に人生の大きな節目を迎えた直後は、ありとあらゆるものが届く。だけど、本当に記憶に残る贈り物は大抵高価じゃない。現役の頃、外から見れば圧倒されるようなプレゼントを山ほどもらった。車、何本もの高級時計、それに大掛かりな賞や記念品。みんな、ああいう大きくてきらびやかなものこそ、プロの選手が受け取りたいものだと思っている。彼は自分の経験を思い出すように間を置いた。でも、今でも一番長く手元に残っているのが何かわかるかい？ただの古いカードだ。ごく普通の手書きのカード。それを残しているのは、書いた人がその時の自分に必要な言葉を正確に分かってくれていたからだ。自分が受け取るべきだと相手が思うもの、じゃない。期待のど真ん中に立っている時は、タイミングの合った一言の方が、どんな贅沢品より価値がある。司会者が、デーブ・ロバーツが大谷に送ったカードの文面に触れると、ジーターはうなずいた。そうだ。ロバーツが彼に送ったカードの話を聞いた瞬間、その裏にある本当の意味にすぐ気づいた。あれは赤ちゃんへの贈り物じゃない。生まれたばかりの子が野球や祝辞なんてわかるわけがない。まったくね。あのメッセージも贈り物も、実際には父親に向けられている。ロバーツは、息子へのプレゼントという形を借りて、大谷と対話しているんだ。同じような重圧を背負ってきたものとして、彼はこう結んだ。価値は中身のものにあるんじゃない。木製かプラスチックか、高いか安いかでもない。選ぶときに何を考えたかにある。デーブ・ロバーツは大谷の肩に乗る重さを考えた。子供が父の後を継ぐスーパースターになれとは言わなかった。そんなことはプレッシャーを増やすだけだと分かっているからだ。普通に成長してほしいと願い、そして大谷が愛されていると伝えた。それが完全な理解というものだ。この出来事について後にチーム内で思いを語ったドジャースのベテラン、クレイトン・カーショーは、子育ての経験を持つ父親として、自身の体験から話し始めた。カーショーは、子供が生まれたばかりの頃を振り返る。子供が生まれた直後って、周りのすべてがとても早く動いて、時にはかなり混乱する。正直に言えば、赤ちゃんは何が起きているかなんて分かっていない。ただ目を閉じて、泣いて、眠って、温かさを必要としているだけだ。でも大人は違う。うちの子が生まれた時、多くの人が祝福に来てくれた。贈り物を持ってきて、たくさんの祝福の言葉をくれた。それはもちろん素晴らしいことで、いつだって感謝している。彼は父親の真理という側面へ話を広げた。でも後になって落ち着いて振り返ると、一つの事実に気づいた。あの最初の数日、本当に励ましや安心を必要としていたのは父親の方なんだ。みんなの注意は赤ちゃんに向くけど、大人がどれだけのものに直面しているかは見落とされがちだ。ちゃんとやれるのかという不安、突然のしかかる責任、そして父親であることとプレーの出来を両立させるプレッシャー。それらはすべて大人の肩に乗る。赤ちゃんじゃない。デーブ・ロバーツの送り方とカードについて触れると、カーショーはその繊細さを高く評価した。だからこそ、デーブがやったことは本当に特別だと思う。子供の未来に向けた贈り物じゃないんだ。将来いい投手や打者になれ、みたいなものでもない。冗談でも、ああいうのは時に父親を余計に疲れさせる。デーブは大谷の、今の重圧を和らげた。一番シンプルなおもちゃを選んで、子供には成長に必要な基本さえあればいいと伝えたんだ。そして、この行動の意味をこう締めくくった。まるで錯覚みたいなものだよ。人は赤ちゃんに話しかけ、
赤ちゃんに贈り物をしていると思っている。でも実際には、その向こうにいる父親を抱きしめている。デーブは翔平が一番安らぎを必要としている瞬間に、目に見えないハグを与えたんだ。